じゃあ10分いくよ。その6桁かける5桁の問題が、60問あるんですね。60問。それで58問あれば10段なんですわ。60問計算してね、2問まではミスがあっていいですよと。それが3つミスがあったらもうダメですよと。めちゃくちゃなんです、これ。なるほど。これもね、これ30問あります。だから、10個の10個100数字があって、100個の中で足したり引いたりしますからね、振り上がったりしますので、もう100回以上計算しますね。その中に1回で間違ったらダメですね。そろばんの試験というのはね、とにかくまずはそのいかに集中するかということ、集中力ですそね。れからね、やっぱり我慢、忍耐、根気、自分が10段を受かるために、1級受かるためにはね、3級受かるためには相当な訓練をトレーニングを積まないかんと、そういうプロセスが一番大事なんですね。読み上げ暗算とか、英語に読み上げたもんですね。スターティングユーズってやってね、ワンダーツーテアナロー、ダッツオールとかやってるのはね、そういうのもあるんですけど、そんなんでは入門だった子もいます。あ、そうですか。その子なんかね、一番長い時はね、土曜日ね、9時間練習しましたよ。ここで9時間。とにかくその諦めない、これが一番大事ですね。私自身もね、その教える場合においてね、諦めないが一番です。分かる子はすぐさっさっさっていっちゃうね。ところができない子、しかしその子にやっぱり計算力をつけてもらわないと、やっぱりいろんなことがね困るから、それもね、もう前もいかに分かってくれよと、もうこいつ疲れたよと、一日にね10教えたらその次は8つ忘れてきてる。まあ一つで覚えてればそのうちまたあれやろということでね、こちらがやっぱり諦めずにいかにして子供に覚えてもらうか、できるようになってもらうか、ということですね。鉛筆の持てない子がものすごく多いんですね。正式にね、こういうこうやって持つ子やらね、こうやって持つ子やらね、こうやってもこんな子いるんですよ。あ、そうですか。言うのね、うまいな、女の子は85か6ですよ、平均年齢。今は 10歳やろと。まあ70年の間こんな持ち方するのと、どうしてこんな持ち方するのと。今1週間真剣にやれと。そうするとピシャッと治る。数字をね、5、9、1、6、4、0、8を見るから、拾い読みするから覚えられない。この流れ、これを一つの絵みたいな形でね、パッと見ちゃうんですね。それが数感覚、数字の感覚、いろんなね、色彩感覚とかね、なんかありますよね、いろんなね、感覚。それがね、数字の感覚ですね。数感覚を養う。これ4つまではすぐ分かるんですよ、パッと見た時に。4つまでね。これね、こうなるとね、これ1、2、これ風の分からんですよ。それを訓練で5つどころか10ぐらいまで分かっちゃう。そう。それから何といっても暗算の力がね、つきますから。そうですね。これやっぱり何といってもね、一回一回こう叩いてるんではね、なかなか頭の中でこう計算しながら、話しながらね、計算しながら答えをパッと言うと。そのため小学1年生ぐらいからね始めるのが一番いいですね。やっぱり4年生5年生になるとね、なかなかその筆算でやっちゃうんですね。そんなことありますんで、そういういろんなまだ頭の中がまだ何も入ってない状態でそういうやり方を覚えた方がね。10年前からね、平成16年ね、10年前から兵庫県のね尼崎という市がありますね。ここにね、小泉総理の時に特区というので、特別の区、特区というのができましてね、でその尼崎が計算特区というのを申請したんですよ。大阪、学力したでしょ。最低。尼崎もね、違うですね。兵庫県にね、36小学校があるんですけどね、その中一つだけね、モデル校にしましてね、そこに1週間に1回、我々の兵庫県のね、そろばんの先生が1週間に1回授業をすると。45の授業をすると。それから週に3回、10分の朝ね、10分の計算のそろばんのミニ練習をすると。それでやったんですね。1年経ったんですね。そしたらね、ガーッと上がったんです、学力が。もちろん計算力が上がります、もちろんね。ところがね、他の学科、国語とか社会とか、これも上がったんですね。それなのにやはりその集中する力がついたんですね。国語でもね、先生の話を聞く。
聞かないからわからないですよね。そう学校に聞かずに家帰って宿題できるわけじゃないですよね。聞いてそれをね自分の頭の中で咀嚼して考えて、答えを導き出すというね、そういうのが他の教科にもね、いい影響があって、2年目にね、学校が2つに増えたんですよ。で6年後にね、市内全域です。その計算することによって集中力がつく、それを我慢する力、人の話を聞く、こういうのが身についたんですね。今もやってますね。だからね、うち来てる子なんかでもね、小学校からずっと来てね、1年に来て、だから中学校来てね、部活もやってますよ。遅くまでね。それからね、7時過ぎに来るんですよね、部活終わって、中学生なんかね。それから1時間ちょっとやるんですけどね。あるいはクラスでもね、学年でも上位、トップクラスが多いんですよ。いわゆるそのいい子。それは話を受けてね、俺はそんなもん、電子戦があってできるんだと。それがまあ、下の中はいいんですよね。3級、2級、1級となっていうのはいきませんわね。ことね、滑っちゃうね。こんなはずじゃなかったと。なんで俺が滑るんだと。あいつは俺より頭悪いんやと。なんであいつもやってなんで俺が滑るんやと。そんなことがあるね。こともね、そこでどう出るか、もうやめたということ。よし、今度はやるぞということ。けどもう一つはね、いろんな競技大会や検査しに行くとね、緊張します。極度の緊張ありますね。塾の中はね、いつも一緒な顔でしょ。検査試験とか競技大会はね、県内各地が集まってきますからね、ほとんど知らん子ばっかりしてね、みんながね、うまそうに強そうに見えるんですよね。もうすぐ緊張するね、パニックなんですよね。ほとんどね、中にはね、掛け算、ようやったら技いてる子がいるんですよね。いるんです、たまに。そば行ってね、こちら教えるわけにいかんしね。学校でね、中学校でもね、校内の試験ではよかった子がね、受験するとね、極度の緊張からパニックなことあるんですよね。だからね、中学校でね、トップクラスですよ。ベスト10に入る子がね、滑っちゃうんですね。そんな子今まで何人もいるんですよ。やっぱりもうパニックになっちゃってね。そういうトレーニングをね、やっぱり積んでおかないと、場を踏まないと。でそろばんなんかでもね、ものすごく緊張なんですよ。よーい、決めってやってね、この緊張がね、ものすごく、いい経験だと思うんですよね。塾なんかでもね、そういうのを爆発をね、不満といかないですよね。だから負ける悔しさっていうのもね、味わっとかないと、やっぱり人間がね、打たれ強くならないんですよね。そう。それがないとね、もうすぐもうええわと、もうダメだと、もう全てダメとこうなっちゃうね。それは困るんですよ、やっぱりね。